Junjito is a living legend, so please join me in thanking and welcoming Junjito one more time. Hello. So I think for horror fans, you've become this like legendary cartoonist, creating some of the most chilling and terrifying works in the genre. And this is your first trip to North America. What's your impression of American fans or fans outside of Japan? ですね、北米以外ですと一番最初に日本以外で発表されたのが台湾でして、朝日ソノラマという会社の雑誌がですね台湾版が出ることになりまして、で台湾でその雑誌が翻訳されて出てですね、でその時やっぱり反応がありまして、怖いとか、気持ち悪いとかなんでこんな気持ち悪いの書くんだっていうような批判の反応の一方で、いやこれは面白いからいいんだというような擁護する、反応もあったりして、で、それがきっかけで他の国にもだんだん、翻訳されるようになりまして、で、そうですね、台湾で一昨年ぐらいでしたかね、展覧会が行われてですね、それでイベントも行われたんですけど、なんかやっぱり今日のように熱狂的に迎えていただきまして、非常に心が温まりました。でその後にも中国とかですね、ヨーロッパの方にも招かれてこういうイベントをやらせていただいたんですけど、皆さん本当にどの国も温かく迎えてくださいまして、緊張するんですけどね、緊張も和らぐような感じで本当に感謝しております。Great. Well, thank you. I mean, we're very excited you're finally here. 本当にすごい嬉しいです。先生が来てくれました。私もトロント初めて来たんですけど、素敵な街で来てよかったなと思いました。なかなか来れなかったんですけど、ようやく来れましてありがとうございます。And I'll try to protect you from these weirdos. So, この熱心なファンたちをから守ってあげるから。So, I think horror is such a visceral and like personal genre. It's about your fears and sort of what you're afraid of. I think a lot of people might be surprised that even within that genre, you've worked with editors and had a really important relationship that you talked about in the collection called Shiver. In the back of the book, you talked about your relationship with your editor, Harada Toshiyasu. So I was wondering if you could talk a little bit about, I think it's unique to Japan perhaps, that strong comics relationship with an editor. And maybe talk about an example where you guys disagreed about a story or the story improved based on his feedback. ですね、ホラーといってもいろんな種類があると思うんですけど、そうですね、心理的なサイコホラーとか、あとはモンスターの出てくるような古典的なホラーとかいろいろありますが、私はどちらかというともう、55過ぎましたんで、割と古い方が好きで、モンスターが出てくるような、どちらかというとなんか怖いけどもちょっと夢のあるようなそういう恐怖が好みでして、そういうのはやっぱり人から聞くのも楽しいですね。ただ恐怖もいろいろあって、なんか殺伐としたなんかホロコーストだのテロだの、そういった話を聞くのは私も辛いです。はい、とりあえずそこで。で原田さんなんですけど、私の担当編集者で、私がデビューからもずっとでも何年だったかな、
15年か20年近く担当していただいたんですけど、もう最初はもう私もデビューしたての頃は漫画自分で趣味で描いてはいたんですけど、読者に読ませるための漫画としてこういうなんていうかな描き方をいろいろ教えてもらいまして、独りよがりにならないような描き方はこうするんだとかですね、あとホラー漫画で気をつけなきゃならないことですね。例えば精神異常とか、病気とかですね、あと差別的なこととか、そういうことは書いちゃいけないよというのは、そういうことを教わりました。Do you think there was ever a time, can you remember a time where you thought something was good or scary and he did not, or something like that? 自分がこれはいいネタだと思ったけど、原田さんがボツっていう話の時があった覚えがありますか？ああ、そうですね。もう昔のことなんでだいぶ忘れちゃいましたけど。I know you are also you're married. So does your wife or any of your friends ever give you feedback on your stories? その奥さんからそれから友達からフィードバックとかもらってますか？ああ、そうですね。私の妻はなかなかホラーに詳しいというか、ホラーのセンスがよくて。Cool. That's great. で結構趣味が似てますんで、結構鋭いフィードバックがありますね。自分が自信のないところに関してはやっぱりそんなに面白いと思わないような感想をもらったりとか、自信のある作品には読んだ時は面白いっていうような感じで、ありますね。はい。Yeah, I'm the same way with my books. As long as my wife likes it, I know I'm 私も okay. なんか奥さんが出版する本は OK に出してくれたらもう私も OK です。やっぱり。So I think a lot of the people who are here in the audience potentially are cartoonists or hope to be cartoonists, and I think it's true in a lot of countries that a lot of artists have day jobs to sort of keep themselves to sustain themselves financially while they're working on their projects. And you just mentioned that you published some of your early works while you still had a day job. Was there a specific moment or a specific story where you felt like now I can quit my job and become a full-time cartoonist, like I finally made it? And yeah, how long was it until you were sure, like, oh, I made the right choice? そうですね。私も最初は歯科技講師をしてたんですけども、ちょうどその頃に雑誌ですね、ハロウィンっていう雑誌だったんですけど、そこで私の尊敬するですねホラー漫画家の梅津和夫先生が審査委員長をする梅津賞っていうそこに応募して審査してもらって賞をもらう、出来が良ければ賞をもらえるっていうものなんですけど、それが創設されまして、それを見てですね漫画家になるかどうかは別にしてですねちょっと私も趣味で描いてたんでちょっと梅津先生に見てもらいたいっていうそれが一番の理由で応募しまして、それが一番下の佳作というですね入選じゃなくて佳作なんですけど、そこに入りまして、でそこで初めて漫画家の道もあるかなみたいなことになりまして、とりあえずで歯科技講師っていう職業はなかなかハードな仕事で徹夜も結構ありますし、普通にやってたらちょっと両立はとてもできない状態だったんですけども、私が働いてたラボの社長さんが非常に理解のある方で、
漫画が入選して出版社からちょっと新作の依頼があるっていうことを話しましたら、ちょっと仕事を調整してくれまして、でなんとか両立できてたんですけど、で社長さんには大変感謝していますけども、ただだんだんこう依頼も結構コンスタントに雑誌から来るようになってですね、さすがにちょっと両立は難しくなってきたんで、ちょっともう、人生一度しかないし、ちょっと漫画だけで勝負してみようかなという、そこで決心をしました。Yeah, I think that sort of leads to my next question. I think a lot of people here are aspiring cartoonists, and so I would wonder, like, do you have any advice for people who are where you were, 25 years ago, trying to figure out how to balance the work they want to do in their real life? 今の目指しているアーティストたちのアドバイスとかありますか？いやー、両立はですね、なかなか難しくて、社長さんに仕事を調節していただいたとはいえですね、非常に厳しくて、もう睡眠を削るしかなかったですね。でもう朝ごはんも食べずに出社して、でだんだん体重が減ってきまして、で一時期はもう50キロまで痩せましてね、で体調も悪くなって、もう40歳ぐらいでもう死ぬかなと思ってましたね。でやりくりっていうのは私も時間に限りがあるので、なかなかこれは難しいですね。ちょっとアドバイスにならないですけどちょっと矛盾するようですけど、やっぱり睡眠は大事なんで、ぜひ皆さんちゃんと寝てくださいということ。漫画家結構早死にする人が多くて、日本でも手塚治虫先生も60歳で亡くなりましたし、やっぱりあれは睡眠不足が原因だと思うんですよ。だからやっぱり睡眠削るのはなかなか難しい、削るのじゃなくて睡眠時間確保するのは難しいとは思いますけど、ぜひ睡眠はちゃんととっていただきたいなと思う。あと睡眠によってなんかアイデアが生まれたりすることもありますので、よく寝てくださいっていうのは言いたいですが。はい、Good advice, yeah. いいアドバイスですね。I also wanted to ask, I think, in addition to a couple of your longer works that we all know and love, you've serialized a lot of short stories, and I personally think short stories are, in many ways, better than longer works. Like, I think Stephen King's short stories are better than his novels. I don't know if anyone. Okay. I think Philip K. Dick's short stories have more energy than his weird, rambling, long books. So I guess the question I wanted to ask Ito Sensei is, do you have an idea about how do you figure out whether an idea should be a short story or be serialized, be something longer? And when you are serializing, like how far do you plan it out? Do you know the ending, or do you let yourself sort of be surprised along the way? はい。そうですね。私は長編の書き方はよくまだ分かってないので、大体短編が適していると思います。長編はもう連載のために無理やり考え出して引き伸ば短編で済むような話をちょっと無理やり引き伸ばしたようなのもありますし、ですからできれば短編ばかり書いていけたら一番なんですけど、長編の場合とりあえずそこでね。で長編の場合はですね、どこまでストーリー考えるかっていうのはその作品によって違ったんですけど、地獄性レミナっていう漫画があるんですけど、これは最初から最後まで絵コンテを書き終わってから作画に入りまして、一応最後までストーリーを考えました。それとは逆に最近はちょっと
行き当たりばったりで、先のこと考えずに書いてますけど、最初から最後までストーリー作っちゃってから書くっていうのはあんまり面白くないですね。なんか行き当たりばったりでとりあえず原稿第1話書いちゃって、でその次どうするって考えた方が思い描けない展開ストーリーが生まれるような気がします。ただ書いてる最中は不安でしょうがないですね。破綻したらどうしよう、ストーリーがうまく最初に書いちゃったこととつじつま合わせられなかったらどうしようっていう不安で、夜も眠れないというか、今そんな状態なんですけど。Yeah, that sounds intense. それはすごいですね。I forgot I have pictures. I should be showing you guys terrifying ス images ライドもありますし。 to haunt your dreams. That's already happened if you're here. But one of the reasons that Icho Sensei is here is to celebrate the release of this new collection, Smashed. And I think when I think back to when I first encountered his work as a teenager, and then the amount of things that have come out in English, we're in a very lucky golden sort of era. So I'm going to talk about some of my favorite stories. Hopefully they're ones you like, and ask him more about some specific themes. What is the We'll talk about a lot of stuff. But I think you mentioned this already, but I know that you worked as a dental technician previously before you became a full-time creator. And I think a lot of my favorite stories, our favorite stories, have a theme of body horror, dealing with physical deformation and the way that psychological pain affects your physical body, and also beauty and aging, dying young, Tomie. And so I've always wanted to ask you this. Did working as a dental technician and working with people's bodies or having medical training, did that influence, I think, the way you think about the body? Is body horror scary to you? Or because you've had that training, do you feel like, yeah, body's no big deal? そうですね。この技工士という仕事を経験してから人間の身体を慣れすぎてもう怖いだと思えなくなった。The idea of an evil dentist making horror is very fascinating. 歯医者さんがホラーを描くなんてすごいゾッとする演技です。そうですね。どうなんだろう。なんか私の漫画はボディーホラーであるというようなことをなんか、ウィキペディアで見てですね、そう言われてみればそうだなと思ってですね、なんかやっぱり人体が変形する話が多いので、それは的確な指摘だと思ったんですけど、そうですね、歯科技講師っていうのはもう口だけのが専門でですね、体はあまり関係ないんですよね。だからあまり歯科技講師という仕事がこのボディーホラーに影響しているかっていうとあまり関係ないかもしれないですね。ただ歯科技講師の学校でですね、解剖学の授業がありまして、で人体の名称をラテン語で覚えたりしてですね、そういうところで解剖学に興味を持ったっていうのは事実ですね。とりあえず、なんか私も若い頃対人恐怖症だったんで、やっぱり一番怖いのって人間の心だなっていうのがありますので、その心を宿した体っていうのがやっぱり私にとって恐怖の対象なのかなと思いますね。動物のボディはあまり怖いと思わないんですけど、サメとかは怖いですけど、だからなんかそういうところからこのボディ、人間の体のホラーにつながったのかなと思います。で歯科技講師をやった
経験が漫画に一番役立ったのはですね、漫画を描く道具を加工する、ペン軸を自分の手に合うように削ったりとか、それにサンドペーパーをかけて滑らかに仕上げる、そうすると使いやすくなるという道具を加工する技術を歯科技工士の技術でやってますんで、そこは役に立ってますね。はい。Well, I wanted to thank you for all the nightmares caused by this 本当 character. にこのキャラからの悪夢をありがとうございます。And you mentioned no connection to your dental work, but her mouth has also caused many nightmares for me. 歯科技講師の関係ない And for people who don't know, this character's name is Fuchi, and she's an enormous woman with needle teeth and this stare. I have you here, so I'll ask, where did this woman come from? この女の人はどこから来た Who の is か she? 小さな前誰でしょう And か why is she? でなんで存在しているのか私が書いてたのが少女向け雑誌だったんですね。ハロウィンっていうのはホラー雑誌、少女向けホラー雑誌だったんで、読むの主な読者が少女ということで、私すごいファッションセンスなかったんで、参考のためにですねファッション誌を買ってきて、でそれを参考にして漫画描いてたんですけど、ある日そのあるファッション誌をめくってたらですね、なんていうかモデルさんなんでもちろん綺麗なんですけど、ちょっとなんかあれおかしいなっていう、ちょっと怖いぞっていうようなモデルさんの顔を見て、ファッションモデルで綺麗なはずなのに化け物であるっていう、そういうのがちょっとアイデアでひらめいて、そこからファッションモデルの化け物っていうのキャラクターを生んだんですけど、当初考えてたよりもお化けみたいな顔になっちゃいまして、本当はもうちょっと綺麗にするつもりだったんですけど、とりあえず。Yeah, my favorite part of the stories that she's in is that there are a bunch of people who are like, oh yeah, let's hire her. She seems great. フチさんの一番好きなポイントはみんなが「ああフチさんや雇いましょうか」っていう周りの皆さんがそこはですね、この恐ろしいパワーで仕事を得るというか。It's cool. It's a very empowering story for all the girls in the すごい audience. 話を聞かせてもらってます Well, I'm gonna ask about another story that I think 他のお話ちょっと has caused many nightmares in this room. 多分これも So I think I know for folks who know Gyo, and then in another story of Ito Sensei's called The Thing That Drifted Ashore. There's this primal fear of what's deep below the water, what's in the sea. I read Jaws when I was like 10 or 12, and so this one really got me hard. But I think there's also a theme in these stories of like nature sort of getting revenge on us, or the earth sort of lashing back at humans. And I think, this story came out a long time ago, and since then, the realities of sort of what we're doing to the earth have become pretty clear and terrifying. Can you talk a little bit about sort of like what this kind of story or environmental horror means to you now? 今このような環境のホラーのストーリー、今の先生どのようにお考えになってますか？そうですね。もう50年ぐらい生きてきますとですね、55年ですけど、地球が温暖化して、明らかに私の子供の頃よりも雪は減りましたし、暑くなってるなと実感するんですけど、環境を考えた場合地球というのはですね、やがて干上がるだろうなという、もちろんそんな近い将来じゃないんですけど、そのうち火星のようになってしまうのかなっていうふうに思ってまして、やはり地球の環境はやっぱり徐々に悪化していくんだろうなっていうふうに思います。とりあえず。
でもそんな大層なこと言いましたけど今私は漫画を描く時にはそんなテーマはまず考えないんですよ。なんか最初のアイデアはこうちょっとしたイメージだったり、ちょっと違和感あって面白いなっていうような発想だったりしてそれを膨らませて書くんですよ。でその過程でテーマをくっつけていくっていう書き方をしまして、で魚の場合なんかはやっぱりそうですねなんというか環境もテーマっていうのはあまり考えてなかったです。それよりもなんか最初はサメさっきサメ怖いって言いましたけど海の中に入らなければサメは別に怖くないんですけど、それが陸に上がってきたら反則だろうっていうようなもうちょっとそれは怖すぎるなっていうところから魚っていうのが始まりまして。Do you like swimming? Do you go swimming? 泳ぎますか？泳ぐことが好きですか？私はね意外に泳ぎうまかったんですよ。Well, I wanted to ask too. I know you mentioned already Umezu Kazuo as an inspiration to you, and I think for folks who've read his comics in English, the ones that are mostly out are his horror work, and he's known as a godfather of horror. But he's also known as sort of a godfather of comedy and children's manga. And I know Ito Sensei, you've created like funny strips or yonkoma in the back of your books. And you did an entire series that's hilarious about your cats. Do you think there's a connection between fear and horror? Can you talk a little bit about the writing or the art of telling a scary story versus telling a funny story? 私の場合はよく恐怖と笑いは紙一重っていう日本で言われてて表裏一体というか本質的には恐怖と笑いは同じようなもんだっていう考え方があるんですけど私はよくわからないですね。恐怖もいろんな種類があって笑えない恐怖もあると思うんで必ずしも表裏一体とは思ってないですね。私の場合はアイデアを思いつくとアイデア帳にアイデアをこう書いて忘れないようにしておくんですけど怖いアイデアもあるんですけどちょっとギャグも思いつくと書いちゃうんですね。でその笑いのギャグのアイデアをちょっともったいないなと思ってしまってですねホラー漫画私ホラー漫画家なんで、ホラーしか描かないんですけど、そのギャグをちょっと使わないのをそのまま眠らせてしまうのがもったいなくてそのホラー漫画の雰囲気を損なわない程度にですね、ちょっとスパイス的にギャグを入れたりそのアイデア出たギャグを入れるっていうような感じで、バランスとしてはやっぱホラーなんで怖い漫画なんだけどもちょっと笑いを入れて読者にちょっとホッとしてもらう瞬間も作りたいみたいな、そんなことは考えてないですけどちょっとギャグ入れたいだけなんですけど、はい、とりあえず私が一番もう最高のギャグ漫画と思うのが梅津和夫先生の「まことちゃん」っていう漫画なんですけどこの漫画はなんか単なる笑いを通り越して狂気とか、人間のコンプレックスを深くえぐったそういうギャグ漫画だと思うんですよね。それが笑いにつながってるっていうことで
梅津先生のギャグは非常にやっぱりホラー漫画家の描くギャグ漫画だなっていうことですね。で、それが大好きですね。I think I'm speaking for folks in the audience, but we like when you make us laugh and not just terrify us. So we'd love to see more of that in the future too. 代弁にもなると思いますけど、先生が笑わせてくれた時も大好きなので、おごらせないでくださいね。怖がらせないでだけでじゃなくて、もう笑いもお願いします。わかりました。Well, I'm not sure if you know about all of these, but some of your works have become sort of part of like online culture, at least in North America. The Curse of, I'm going to show an image, but I think the Curse of Amigara Fall has been referenced in SpongeBob and in this episode of Steven Universe. I talked to Rebecca Sugar about this, and it was very much intended as a tribute. And I think the onomatopoeia from Gyo, the sound effects, we've seen those in memes as well too. So I'm curious, after you've published the story, do you feel protective of it? Like how do you feel when you hear about these kinds of tributes? Are you protective of the work, or do you feel happy when people make fan art or make memes out of it? Or did you just not know we were doing this?この画像をインターネットでよく見るんですけど、アニメですか？アニメーション。Yeah, it's an American kids television show. いや、アニメをちょっとまだ見てなくて、もしかしたらファンアートの一種かなと思っててですね、スポンジボブが画像も見たんですけど、私のまさか本当のアニメでやってるんですかね、あれは。やってるんですか。ちょっと信じられなくて、ファンアートかなと思っててですね、本当にあったらちょっとその本編をちょっと見たいなと思ってるんですけど、これもまだ見れてないんで、なんか機会があったら見たいなと思ってますけど、いや本当に嬉しいですね。自分の描いたものがパロディとか、形を変えて作っていただけるっていうのは、素直に嬉しいと思います。先ほど彼にいただいた作品もすごく出来が良くて、昨日ツイッターで初めて拝見したんですけど、まだちょっとリツイートしてないんですけど、素晴らしいんで、今いただいたんですごく嬉しいです。Yeah, I think for this one, the SpongeBob one, I don't think is an actual show, but this one was in an actual show, and I think they say the line, "This is my hole." So that's. そうか。やっぱりそうですね。I want to ask about a kind of a. Let me do a time check before I get too far in the weeds. Okay, we're okay. I did want to ask about another project. If you. Silent Hill. 15番みんな気になるんですね。And we can talk as much or as little about this as you want, but I think more generally what I wanted to ask was, you're primarily known as a cartoonist, but a lot of your works have been adapted into anime or into live-action films, and we heard a little bit that you were collaborating with Del Toro and Kojima on an unfortunately canceled game, Silent Hills. Okay. But I think the more general question I want to ask was, when you're working in such a different medium, like perhaps like with games, does it change the way you would tell a story? I guess the way you would like scare the player, or maybe sustain an atmosphere? Or are there kind of themes that work and are scary kind of no matter whether it's a movie, a comic, or a game? Or could you tell us about this project more? それももっとそのプロジェクトについて聞かせてもらいたいなと。私実はゲームに疎くて、
ゲームのことよくわからないんですね。自分でもやらないんですよ。なぜかというとゲームに没頭して仕事にならなくなっちゃうのが怖くてですね、なるべくゲームやらないようにしてるんですけど、おかげでサイレントヒルもやったことがないんですけど、どんなゲームかも正直よく分かってなくてですね、で小島秀夫監督とはもう、20年前ぐらいから知り合いでですね、すごい方だっていうのを聞いて、で小島監督さんの方から会いたいみたいなこと言われたのかな。で会ってですね、で関西弁の愉快なお兄さんだったんですけど、それ以来知り合いになってですね、でいつだったかな、一昨年だかな、ちょうどデルトロ監督がパシフィックリムを作った頃なんですけど、ちょっと小島監督から話があるから会わないかというようなことを言われて、で奥さんも一緒に食事でもしながらというような感じで場所忘れちゃったんですけど、ちょっと高そうな料理屋さんに連れて行ってもらって、そこで話を聞いたんですけど、とりあえずでその時にですね、初めて、デルトロ監督が私にいや会いたがってるって言ったのかな。でちょっとゲームを一緒に作らないかみたいな話をその時に、持ちかけられまして、で私ゲームのこと全然わかんないんで、いや私なんかちょっと無理だと思いますよみたいな、ちょっと辞退したかったんですけどいや大丈夫だからみたいな感じで、とりあえずデルトロ監督のパシフィックルームを見てくれって言ってですね、試写場をもらって、で妻と一緒にパシフィックリムを試写会を見に行って、すごく面白かったんですけど、でとりあえずそこまで、はい、で細かいことは覚えてないんですけど、とにかくこれはもうやらなきゃしょうがないなという感じでなるようになるさと思って、前向きな答えをしてですね、で、ある時デルトロ監督がパシフィックリムの宣伝で来日するっていうんで、その時にゲームについて相談しようっていうことになりまして、で、まだ小島監督その頃コナミに在籍してたんで、そのコナミの小島スタジオっていうところへ行ってですね、でしばらく待ってたらデルトロ監督がやってきて、でハグしてですね、でパシフィックリム面白かったですみたいな話をして、それから会議に移りまして、会議室で小島監督とデルトロ監督と私とあとコナミのスタッフの方が集まってですね、サイレントヒル、どういう方向で進めていくかというような会議に入りまして、私は一言も発言できなかったんですけど、でそれはその会議はもうデルトロ監督はもうゲームオタクでもあるんですかね、非常にサイレントヒルこういう形にしたいというような話を積極的に話されてまして、サイレントヒルっていうのはなんかある場所に怖いことが起きるっていうゲームなんですけど、デルトロ監督はその恐怖がその場所を飛び越えてもう向こうからこちらにやってくるような形にしたいというようなアイデアを話してましたね。でその会議
終わってカラオケ行ったりしてですね、私ちょっと早めにお腹痛くなってきたんで早めに帰ったんですけど、でその後ちょっと音信がなくなってですね、私ちょっと自信、仕事も忙しいしなかなか自分なりのサイレントヒルの怪物の構想をする時間もなかなかなくて、で向こうからも先方からもね連絡ないんでどうしたんかなと思って長い時間が経ちまして、でそしたらなんかどうもポシャった企画がなくなったらしいというようなことを知ってですね、それっきりなんです。それっきりというかまだその後小島監督とか、デルトロ監督にもあったんですけど、ゲームの話はそれで終わりですね。だから私会議1回で終わっちゃいましたんで、それ以上の何もやってないです。なんていうんですか、ラフも何も書いてないですし、何も存在してないです、私のデザインしたものは。Well, I will just say that I think all of us would be very excited if your works came to life in a terrifying interactive place in the future. Yeah. 新しく生き生きになるのとても嬉しいだと思います。また違うチャンスがあれば、Sure. また頑張りたいと思います。I think we're unfortunately almost out of time, so I'll just ask another question or two, depending. We'll just ask one more question, but I'm a new dad personally, and I know that you have 2 children. Congratulations. And they're a little older than my daughter, but I've noticed a huge sort of change in my life as I've become a husband, and then now especially as a dad. I'm curious, as a horror writer, did becoming a father change the types of things that you found scary? And then I guess the other big question is just having children, how do you balance all the different projects you want to do with the rest of your life? そうです。結婚して妻が怖いというのがありますけど内緒にしておいてくださいとりあえずそうでそうですね。でもね妻は私と結構趣味が似ててですね、怖いとか面白いとか思うものが大体似てまして、そういう意味では気が合いますけどね。で怖いと感じる種類が広がったっていうことはなくて、妻が怖いっていうことは加わったんですけど、それ以外ではもう年を取ったせいもあってですね、昔は他人の視線が怖かったりとかそういうのがあったんですけど、今はそういうこともだんだんなくなって、ちょっと鈍感力がついてきたといいますか、恐怖の種類は狭まったかなと思います。ゴキブリとかですね、そういうのは相変わらず怖いですけど、でそうですね、父親になったことで扱うテーマ変わったっていうことは基本的にはないですね。結婚して作風は変わってしまうのは良くないなっていうのがあって、なるべく漫画の中で人はバンバン死にますし、なんか優しくなったとかそういうことはないと思います。でやっぱり子供もできてですね、やっぱり生活はやっぱり変わりますね。作風は変わらないようにしてるんですけど、どうしても生活は子供中心の生活になりまして、子供の塾の送り迎えをしたりとかですね、
そういうことにかなり時間を使うようになって、なんか日常に生活に追われている感じがして、ちょっと仕事に昔のように没頭できないというのがありまして、そこはちょっと早く成長してくれないかなと、子供が、早く手を離れてくれればいいのにななんて思ってますけど、まあ離れたら離れたで寂しいだろうなと思いますけど。I think final question would be at what age do you let them read your 自分 comics? の作品を読ませてはいはい。Yeah, at what age did you let them で read? 何歳で先生の作品を読んでも OK を出したんですか？出してましたか？ですね、積極的に読ませようとは思わなかったんですけど、勝手に本棚から持ち出して私の部屋から読んでたみたいですね。結構もう小学校3、4年の頃から、まあ、娘2人いるんですけど、勝手に読んでて、まあ読んじゃったならしょうがないなと思ってですね、ただ今絶対まだ見せてないのは人間失格ですね。これから刊行されると思いますけど、これはちょっとセックスシーンなんかありますんで、これパパがこんなの書いてるんだって思われたくないんでそれはまだ隠してて読んでないと思います。Yes, as a dad, I totally understand. 父さんとしてそれはよくわ Well, か I ります。 think unfortunately our time here has come to an end, but Ito Sensei will be taking part in a number of events throughout the weekend, so you can check out the TCAF website for details about those, or maybe Chris might share a little. But before that, can you join me one more time in thanking Juji Ito?